モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー122 SD 戦国伝で超戦士ガンダム野郎からのキット大河ガンダム超将軍を作っています。塗装パートその1です。まずは軽装形態とプロトコアクラスターを製作するフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。色分けする箇所にモデルカラーのホワイトグレーを水で溶いて薄く塗っていきます。マットな塗膜を作り、色分け箇所の目印にもなるので、その後の塗装が効率よくなります。一手間ですが、この下地塗装は欠かせません。今回使った塗料の他に題材によって使う下地塗料には、同じファレホのゲームカラーデッドホワイト、モデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかがあります。1993年に発売されたキット。このパートで塗装に要した時間は約70分でした。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。ファレホの隠蔽力が強いのは、顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。色分けの1色目は濃いグレーです。モデルカラーのダークグレー、ワンブなどに。ゲームカラーのブラッディレッドです。フェイス、頭部、ワンブ、ボンバーゴーグルなどにそれぞれ色分け箇所がありました。鮮やかな赤カラーです。均一な色塗りになるように、ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次下出るカラーから名称変更しました。ウォーハンマーカラーは発色は強い、隠蔽力高め、今回のゴールドに代表される金属色やコントラストは優秀、ちょっと使いづらい独特の蓋容器というのは下出るカラー時代から変わらず健在です。大河ガンダム超将軍のデザインベースは F90 の新たな姿であるクラスターガンダムです。設定は飛天ガンダムの兄でカラクリ3兄弟の長男。プロトコアクラスターは飛天ガンダムのコアクラスターの試作機ということになっています。コアタイガとプロトコアクラスターが合体するとダブルコアモードになります。さらに飛天ガンダムのコアクラスターが合体するとトリプルコアモードとなります。次に濃い青です。モデルカラーのブルーです。ワン部、脚部やプロトコアクラスターのフェイスやはみ出し箇所の補修などに。ファレホの標準的な青カラーです。ゲームカラーのシルバーです。ワン部や脚部のメッキ部分の上塗りや胴体、武器の刀にも使っています。銀色のさすがの発色の強さです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。銀色塗料の隠蔽力が強い最大の理由は、金属庫、アルミ顔料が光をほぼ通さず、表面を物理的に覆うからです。金属粒子は光を強く反射、下地を遮断、面で覆う性質が非常に強い特質を持っています。一部プロトコアクラスターの爪の部分にモデルカラーのガンメタルを使っています。色分けのメイン、一番塗装箇所、面積が大きかったのはウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。BB 戦士、特に戦国伝のキットでは欠かせない金色。パレホのいろんなメタリックと比べても
ゴールドでは屈指の粘性と隠蔽力を誇る優秀な塗料です。このパートでの色分け箇所では、頭部、胴体、腕部、脚部、刀などに全般に塗装部分がありました。下地も効いて一発で色が乗っていきました。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。仕上げ工程です。フェイスの墨入れにマービー4ドローイングのブラック 0.03mm 極細ペンを使いました。頭部を含む白パーツの墨入れにモデルカラーのライトグレーを水で薄めて染め塗りしました。ディティールに流れ込み、自然な陰影がつきました。キットではナンバー144の飛天ガンダムのパーツが残っているので、飛天ガンダムの方にメッキパーツを導入するなどの連携も可能です。超将軍という名ではあるものの、7人の超将軍のメンバーではなく、それでも爆竜ガンダムがこの大河ガンダム超将軍の弟子であるというつながりを持っています。モデルカラーのホワイトグレーを再びです。プロトコアクラスターに上塗りで塗装箇所がありました。上塗り及び塗り漏れていた箇所の補修に赤、ゲームカラーのブラッディレッドを再び使用しました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホー併用オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートでは軽装タイプを組み上げます。胴体パーツに左、右と脚部を接続しました。同じく今度は左腕から順に腕部を取り付けます。頭部をジョイントして完成です。プロトコアクラスター、刀、ボンバーゴーグルとフロントビューからリアビューまで。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー122大河ガンダム超将軍塗装のパートその1で軽装形態のパーツを水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。